こんにちは。今回はシェットランドの思い出の回になっております。はい、坂本さんを交えてシェットランドの買い物、買ってきたものの紹介ですね、していきたいと思います。張り切って坂本さんからいきましょう。いっぱい買ってきたんですけれども、もう欲しかったものばっかりなんですけど、特に一番欲しかったのがこれなんです。これを牧場見学に行った時に、クリスさんっていう牧場主の方のお家にあって、すごいこれどこだったら買えるんですかって伺って、ジェームス&スミスのお店で一番に手に取りました。でも何回も眺めて、すっごい羊が可愛くって全部羊の種類、その名前が書いてあるので、想像を働かせながら、思い出とともに眺めています。もともとはこんなにいろんな種類の色の組み合わせの羊がシェットランドにいたそうなんですけど、今はほとんどの牧場がもう白い羊しか育てていなくて、この色がついてるのがすごい貴重だということで、とっても可愛いね。あとどうしても欲しかったのがクリスさんっていうその牧場の見学に行った時にお昼に出していただいたお茶が全員みんなのカップが羊の模様だったんですね。でどうしても羊模様のカップが欲しくって、ミュージアムに行った時にこの箱も可愛いんですけれども、この羊のカップを見た時に飛びついて買いました。今はこれで毎朝コーヒーを飲んでいます。箱が網目だっていうのは知らなかったです。すごい可愛いです。箱もすごい可愛くって捨てられなくって、同じところでこの、羊さん、ペアアイブのセーターを着たりしている羊さんのキッチングロス。確かにこれみんな編み込みのセーターを着てるんですね。そうなんです。本当これ同じ人なんですかね。同じ方ですね。絵の方だと思います。これもミュージアムですね。そうです。シェットランドに行った時、ほとんど人間には少ししか会わなくて、ほぼほぼ羊ばっかりだったんですけれども、2日目3日目か着いて、ラウイックっていう町に行って、もう町だからすっごいびっくりして、このほとんどは町の中で買ったんですけど、その町を歩いてる時にパッとガラス窓のところにこのエプロンがかけてあって、ですごく気になったんですけれども、その時買わなくって少し先まで行った後にやっぱりこれは買っとかないと後悔すると思って、蓮田さんにお願いしてちょっと戻って買いに行きました。パフィンですね。っていう鳥のエプロンです。あとはちょっとお仕事関係のもので、ジェームス&スミスのお店で、この本この本だけじゃなくてもっとたくさん買ったんですけれども、あれですね、風景の写真を撮って色展開でありましたね。そうです。でそんな中でこれが一番気に入っていて、こんな風に色鉛筆で色を塗った感じでいろんなパターンが紹介されてるんですね。すごく想像力が湧くし、すごく気に入っています。大事にしています。でそのもう一つ買ったって、この種類をすごいこれいいな。風景から色選びをしてるんですけれども、パッと見た風景でなかなかこれだけの色って選び出せないんですけれども、よくよく見ると本当にこの色がこの写真の中に散りばめられていて、すっごい面白いし、なんかこうやって選べばもう無限に色を選べるんだなっていう、そうですね、気持ちになれる一冊。なんか本当に茶色しか見えない世界でもいろんな茶色があるんだっていうのが面白かったです。あとそのシェットランドですっごい風でこう踏ん張らないと歩けないような海辺のところで、自分では
海岸線まで降りれなかったんですけれども、若い方たちが降りてて石を拾うのを頼んでこの石を拾ってきてもらいました。で大きな羊とちいちゃな羊って呼んでます。そうなん学校拾ってきてくれた時に橋田さんがそう言って渡してくれたんですね。だからそうすごいお家の中でもなんか命があるみたいな感じで可愛がっています。でそのジェームソン・スミスのお店でオリバーさんが言ってらしたレースの糸の中でも一番いい毛を使って紡いだっていうこのレース糸を4組。多分お値段ね、覚えてないんですけどもちょっとお高かったんだろうなと思います。それと一緒にこのよくわかんないかもしれないんですけれどもオリバーさんの顔のピンバッジ買ってきました。全然知らなかった。そうですか。そうだったんだ。そう、これだけ見てたらね、そんな可愛くないんだけど、オリバーさんを知ってたら、なんとも愛着があって、本人の写真ありますよ。私買ったパターンの。これこのおじさんです。すごい親切にしていただいて、本人の写真載せてるんですけど、いろいろ会社の歴史を説明して。1時間ぐらいしてくれて、していただいてすっごく勉強になったしすごい楽しかったです。以上です。以上でした。ここになんかいろんな本買われたんですね。これはなんかおまけだってシェットランド島の地図が載ってるんで、ヘア模様のメモ帳ですね。それと羊のポーチ。これは多分ラウイックの入った本屋さんの中にありましたね。買いました。本当はこれ以上にもっと山のように買ってきてるんですけれども、厳選しまして、今日は厳選してその中から持ってきました。次はメリさんお願いします。私はお店でパターンもいろいろ買ったりしたんですけど、なんかこう伝統的なカラフルな模様が結構気に入って、そういうものが載ってるパターンを買ったりしました。あとは鳥のポストカード。一軒すごくおしゃれな雑貨屋があったんです、ラーウィックに。それでまあ買い物しました、2人で。これも買った。頭まで入ったお店ですよね。ショップっていうお店で、これは多分そのお店のオリジナルのこれも買いました。可愛いと思って買ったんですけど、そこでなんかそのポストカードとか、あとプロテイントーンそうです。私そこで買ったから。パフィンの柄の買いました。あとこれはセール&スレッドのお店用になんか海っぽいものを買おうと思って買ったものの一つで、海鳥の置物を買ったり、しました。私が買った一番の買い物はこのシェットランドウールアドベンチャーズジャーナルというもので、シェットランド在住のなんか、ジャーナリストなのかな方が作っている雑誌なんですけど、今5巻まで出てて5冊全部いろんなお店で買い集めました。で、パターンも若干載ってるんですけど、小物が1つの方に2、3ぐらい載ってて、あとはなんかシェットランドの歴史とか私たちも訪ねた農場をやってるクリスさんに紹介されていたり、あといろんなシェットランド在住のアーティストの人が、これ木工作家さんかな、そういう人が紹介されてたり、あと、観光っていうか素敵な場所が紹介されてたりする感じで、写真がすごい綺麗で本自体が素敵だったので買いました。結構重かったんですけど、それで私大体メリさんとか持ってるので、でも私もこれ大して紹介できないんですが、その同じ
ンショップ。そう、うんで買った私これ。そうなんです。はい。でもこれ別にシェットランドのものではなくて、多分スコットランド在住のアーティスト。そうですね。はい。メイドインスコットランドって書いてあって、これが売ってたので、革にプリントしてしてある、あるのかな。はい、こういうキーホルダー、ははい、携帯につけてい。もうだんだんなんかね、大きいもので取れるようにしようっていう気持ちになって大きいものを選んでみました。私はパターンはジェミス・エン・スミスで買ったんですけど、これ多分ラベリーでも売ってるみたいなんですけれども、四角いショールですねのこれを編んでみたいなと思ってその場で買いました。で、坂本さんがお買い求めになったこの糸で編みたいと思ってるんですが、うちで仕入れてくださいとレリさんにお願いしたので、いつかうちで販売することになりましたら、これで編もうと思っています。私の買い物はそうだ。はい。2回目です。シェットランドで着てらしたニット。はい。で、坂本さんがこれ何日で編んだんですか？見頃は割と他のお仕事しながら編んだので、まあ1ヶ月ぐらいかかってるんですけれども、そこで出来上がったところで、このジェームス・エンド・スミスのムーリットの糸が足りなくなって、この色がムーリット、そうなんですね。ナチュラルの色なんですけれども、お袖は一色にしようって最初から決めてたんですね。で、そのムーリットの糸が10日ぐらい前に送っていただけたので、頑張ってお袖を仕上げました。はい。で、これを着ていってたんですね、ジェームス・エンド・スミスさんに。はい。はい、それでちょうどおばさんがいろいろ会社の説明をしてくださってる時にも何回も指をさされてムーリットムーリットっていうふうに言われてたんですけれども、いつも何人にも笑われちゃうんですけれども、ジェームス・エンド・スミスで少し買い物をしてお勘定をしようと思ったら、そんなたくさんの量じゃないのにカードを出したらなんか生産してくださらなくってものすごく考え込んでらっしゃるので、私はもうこのカードは使えないのかなとかで名前の確認をされるので、優子坂本って聞かれるので、私のカードなのにまるで他人のカードを流用したかと思われたのかという疑われてるのかなっていうふうに思ってたんですけれども、実はこのムーリットを少したくさん買ったことを、一つ覚えててくださって、名前と顔が一致したみたいですっごい喜んでいただいたのが印象的でした。そうですね。多分もう長年のお買い物でそうだと思うんです。乗客がいるっていう感じで、坂本だってじゃないですかね。そうなんです。ついに本人に会えたら、そんな感じでしたよね。はい、坂本さんがね、レジのところで店員さんと揉めてるのかなと思って見てたら、いきなり歓声が上がって「優子坂本!」そう、ついにお店に来たって言って、店員さんもすごい喜んでらして、他の店員さん呼び寄せたりして、そう、ものすごいほのぼのしました。はい、私もすごく嬉しかったです。ね、来た甲斐がね、あったなっていうエピソードでしたね。そうですね。でもトッコさんからどれだけ爆買いしている太客なのって言われたんですけれども、そうでもないんですけれども。そんなことないじゃないです。同じ日本の方で何回もリピーターだっていうことで絶対覚えられてると思うんです。日本人で買われてる方は結構いらっしゃると思うんですけれども、多分まあ買われてる。長年年月が長いからかもしれないですね。そうですね。なのですごい良かったって思いました。私は感想を聞いた時。っていう思い出でしたね。楽しい、本当良かったですね。本当に良かったです。遠かったですけどね。はい。でまた寒い季節のシェットランド島に行けたのが
夏じゃなかったのもすごく、ね、セーターを着れたっていうのが、そうですよね。はいその工場の方でもすっごいよくしていただいて、端から端まで案内していただいて、そうですね。はい、それも私がこの本を作るにあたってすごく絶対にシェットランド島に行きたいんだというふうにわがままを通しましたので、アミリスさんに大丈夫です一緒に行っていただいて、はい一人だったらとても行けなかった。そうですね、はい結構大変ですね、あれね。ね、行くまでが大変ですよね。本当はね、フェア島も行けたらいいですけど、だいぶハードルが高かそうったですね。日にちに余裕がないとちょっとそうですね無理だと思いましたね。でも本当にエミーソンさんとジェームソン・スミスさんの拠点のような島で、お店の方も工場の方も働いてる方もみんなフェアイル牧場の方も来てましたね。そう仕事着として来てらっしゃるのがすっごい印象的で、そういう姿見れたのがすっごい良かったです。はい、はいなかなかぜひ行ってくださいって言えるような場所ではないんですけど、私たちパフィーも見れてないし、カワウソも見れなかったしね。そうね、カワウソクロッシングの道があったんだよね。なんかね、サイン、そうそう、カワウソ注意っていうそうサインがある道があったんですけど、ねだからもう少しお天気が安定した、まあ、春ぐらいに行っても、ね、楽しそうだなとは。多分夏はすごい混み合うんじゃないかなっていう雰囲気しました。なんか多分ね、イギリス本島の方が夏休みの休暇でいっぱい来るような感じで、周りでカヤックとか、船遊びできるようなところもいっぱいあって、それを目当てに、日本の目当てではなく、それを目当てにたくさん観光客が来るような雰囲気でしたね。ね、春と秋がいいのかなっていう。そうですね。でも本当冬にいらっしゃるんだったら風注意です。そうですね。はい。まともに歩けないほどの風も吹いていました。その時のね、様子も中にエッセイで書いております。坂本さんのお話を聞いた内容が、行ったことがない方も地図も中にあって、イメージが膨らむかなと思いますので、ぜひ本も合わせてお買い求めいただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。